スがとろっと飛び出して食欲をそそります。フルーツ由来の乳酸菌が入ったアイスです。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。今週は2回に分けます。その前編です。チャンネル登録もお願いします。ビビゴのクリームチーズミニホットク998円と黒糖ナッツミニホットク928円です。冷凍です。ちょっとね、贅沢なお値段ですけれども、週末限定のロードショーだったので買ってみました。黒糖ナッツの方が70円お安い理由は、アレルギーの問題があるので試食提供できない分お安く設定したそうです。クリームチーズだけ試食して美味しかったので、両方買っちゃいました。原産国は韓国、賞味期限は来年の4月です。400g 入りが2つバンドルテープでくくってあります。今回は1袋ずつ、パッケージはジッパー付きですけれども、8個とも全部焼いちゃいます。黒糖ナッツの直径は約5センチ、厚さは25ミリ、クリームチーズは約5.5センチ、厚さは23ミリです。焼き方はどちらも同じで、表示通りにフライパンで焼きます。サラダ油 20cc を入れてから1分予熱します。ミニホットクを凍ったまま並べて返しながら弱火で約5分焼くとなっていますが、結局12分ほどかかりました。フライパンのスペックにもよるみたいですね。ちなみに左がコストコで買ったバーラリーニ、右のフィスラーが2分多くかかりました。焼くと少しふっくらします。ここで余分な油を拭き取っておけばよかったです。米油を使ったので油っこさはなかったんですけれども、もうね、ぬるぬる滑って扱いにくいです。黄色い生地にテカリもあるので、見た目は日本のおやきを洋風にした感じです。切ってみるとクリームチーズムースがとろっと飛び出して食欲をそそります。クリームチーズにモッツァレラチーズも加えてあって、粘度も味のバランスもとても良いです。黒糖ナッツは揚げまんじゅうっぽい雰囲気で、クリームチーズよりも甘いです。味は黒糖ピーナッツというお菓子とそっくりですけれども、フィリングはとろっとしていてシナモンが効いています。皮は砂糖、米粉、小麦粉でできていて、ずっしりもっちりしています。どちらも美味しいんですけれども、そんなに食べられるものではなく、もうね、それぞれ1個ずつ食べてギブアップです。1個あたりのカロリーは油で焼く前だと思いますが、クリームチーズが 157.7 キロカロリー、黒糖ナッツが176キロカロリーです。パッケージに韓国式ホットケーキと書いてありますが、日本のホットケーキのように朝食や昼食の代わりにはならないです。完全におやつです。昼食代わりにとね、16個も焼いちゃったのは失敗でした。いくら美味しくてもそんなに食べられないです。時間が経って冷めてしまってからでも、皮もフィリングも硬くはなく美味しく食べられました。ミチョビューティースクープ、ミチョのアイスですね。888円です。こちらも週末限定のロードショーです。ザクロとパイナップルの2種類のフレーバーが4個ずつ入っています。パイナップルを一口だけ試食させていただいたんですけれども、ミチョらしい酸味があって爽やかでした。製造は韓国ではなく熊本県です。ちょっとね、意外です。箱の中に箱。1個あたりは111円。1カップは 70ml です。蓋もカップも紙です。ミチョは今更説明するまでもないのですが、100% 果実の発酵酢から作った飲むお酢です。果汁をそのまま発酵させるため、フルーティーでマイルド、炭酸や牛乳で割ったりアレンジしやすいのも特徴です。そのミチョの 100% 果実発酵酢と、それぞれのフルーツ果汁、フルーツ由来の乳酸菌が入ったアイスです。ロッテの層ほどではないですが、ほんの少しキラキラしています。シャーベットに近い感じのアイスですけれども、滑らか、ちゃんとラクトアイスです。フルーティーな味わいにミチョらしい酸味ですっきりして美味しいです。
ザクロのアイスを食べるのは初めてなんですけれども、やっぱりミチョザクロ感がしっかりあり、パインよりも酸味のパンチがあります。カシスシャーベットをクリーミーにした感じです。ザクロのカロリーは86キロカロリー、パイナップルは83キロカロリー、食物繊維も入っていますね。どちらもとても美味しいですし、体にも嬉しいビューティーアイスです。期間限定なんだからもっとね、買えばよかったです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。